にちは、雄大です。秘密基地の庭に屋根を DIY します。キャンピングカーの車庫としても使いたいので、高さは低いところで 2.3 メートル、屋外キッチンなども作り、焚き火などもしたいので、奥行きの長さは長めの 7.5 メートルで、幅は桜の木と干渉しないギリギリの3メートル弱です。動画も何本かに分けるつもりでしたが、7日間の工程を1本にまとめたので、よかったら見てってください。本来はホースやレーザーで水平を測りますが、手元になかったので長い角材で水平を取りながらやってます。一つ基準を決めて、それ以外も合わせていく感じです。よし。小さいスコップと混ぜるやつがなかったので、手とバケツでやってみました。セメントが少ない感じもしますが、後で付け足したりもして結果しっかり固まりました。
塗料はキシラデコールのウォルナットです。防腐剤入りの塗料なので少し高いですが、屋外用なのでしっかりと塗ります。何十本塗る予定でしたが、地元の友達が手伝いに来てくれました。視聴者の方でも手伝ってくれる方がいたら今後募集もするので、Twitter、インスタもフォローしておいてください。屋根は倉庫の柱を利用して固定することにしました。倉庫の内側に大きい柱が入っているので、そこに合わせて木材を取り付けていきます。木材を固定する下に木材をつけておくと一人でもやりやすいです。とりあえず一旦筋替えみたいなの入れます。またそれも塗装してちゃんとやるんですけど、ちょっと強度が不安なので筋替え入れちゃいます。
あとはこのように斜めにビスで固定するシンプルな作りです。本当はもう一列柱を作りたいのですが、車の出入りなどもしたいので一旦このままやってみます。斜めに固定する場合は2倍材の専用金具があるのですが、節約して斜めビス打ちです。この辺も数ヶ月経ったらレビューします。あと最後にこの上の板に細い板をこう横に何枚かやって、でその上に透明のトタンを貼っていきます。細長い板がホームセンター安く売ってたんで、それをここの上につけていきます。一応それつけるとまたバランス感も出るんで、意外とね思ったより強度もしっかりしてるんでいい感じです。この筋交いも今からちょっと何本か入れるんですけど、これがなくても意外となんかねしっかりしてます。一応ここも下も固定してあって、でそのままこの倉庫に固定してるんで、もう倉庫と合体してるんで、なんか飛ぶとか倒れるとかそういうのはなさそうです。長さ3メートル、厚み 1.6 センチの木材を購入してきました。波板を固定したりするので、結論から言うともう少し厚みのある木材の方が良かったです。ただ高さ設定もギリギリなのでこのままやっちゃいます。
替えつけてだいぶね強度が上がりました。ちょっとね黒とかの方がいいかなって思ったりもするんで、もしかしたらちょっと筋交いの部分だけ塗装するかもしれないです。屋根の下地材になる木材を上につけて屋根を張っていきますと、その前に昼休憩です。ちょうどこの板のこの継ぎ目の部分がこの板が来るようにちょっとね場所を変えてます。なんで等間隔じゃなくなっちゃうんですけど、その辺は後々なんか板を張ったりちょっと工夫していろいろやってみます。波板の継ぎ板の部分は下地材を多めに入れたり場所を考えながら固定してます。板と板の間の長さの木材を間に当てながら固定するとしっかり直線で等間隔で固定できます。もう腕がねパンパンです。ラスト頑張ります。もう今日は終わりでお風呂入ってきます。明日屋根完成させます。シールをね全部取るのが地味にめんどくさいですね。普通の塩ビナミータとかだと耐用年数が 2,3 年ぐらいなんですけど、こちらのポリカナミータポリカボードだと耐用年数が7年から10年ぐらいと言われてて、耐久性がめちゃくちゃ高いんでこちらにしました。これも1枚700円ぐらいで、塩ビナミータとかだともう少し安いんですけど、耐用年数とかいろいろ考えると、DIY でやるならこれ一択かなと思ってます。ちなみにこの固定方法もめちゃくちゃ簡単で、こういう波板用のビスがあるんで、こういう波板用のビスで山と谷になってるこの山の部分に固定するだけです。でどうしてこの谷の部分じゃなくて山の部分で固定するかというと、この谷の部分で固定するとここが雨水とかが流れる場所になるんで、ここにビスとかあるとちょっとゴミが溜まったりいろいろしちゃうんで、防水の面で山の部分に固定します。ここにスポンジがついてるんで、これでこのビスの穴のところは雨漏りしないような流れになってます。波板とかは結構釘で固定することも多いんですけど、インパクトドライバーが使えるこのビスの方が楽なのでこれにしました。これも100本入りで1800円ぐらいで買えたんで、
結構安いです。本当はねもっとステンレスとかもっと対応の方がいいんですけど、一応ねこの表面処理もしてくれてるんで節約してこれにしました。お金のある方はステンレスビスとかでやった方がいいと思います。でこの固定方法なんですけど、基本的には5山置きで固定するって言われてます。でこの継ぎ目の部分は2山分は重なるようにここは継ぎ目で合わせていきます。一応ねここ合わせるとこう山谷山ってなってるんで、重ねるだけで防水の面でもだいぶ安心です。ちなみにこの重なる上の部分、重なる上の方の部分が山になるようにしてください。山の頂点の方で重なると分かります？こっからちょっと雨水とかが入りやすくなるんで、これを逆にしてこの部分から山の谷まで行ってるところで重ねると防水の面で安心なんで、こちらを上にしてください。あとねこういう傾斜があって上と下、もちろんね下から入れて傾斜が高い方を上に重ねるんですけど、一応これも15センチほど重ねて固定していきます。このぐらいの傾斜だと25センチぐらい重ねた方がいいそうなんですけど、15センチで多分いけるかなと思ってこれにします。そのまま乗るのも少し怖いんで、こういう合板置いてその上で乗って作業します。下からね脚立でやるのでめっちゃ疲れるんで、ちょっと上乗っちゃいます。気持ちいいですね。なんかこれ普通に屋根にするのもいいですけど、なんか屋上デッキみたいな感じでちょっと寝そべる感じにしてもいいなと思いました。とりあえず全部屋根張っちゃいます。あとちょっとです。もうねだいぶ慣れてきました。一応慣れてきた時が危ないんで最後まで気をつけて頑張ります。うまっ。うまい。はい。よし、波板26枚完了です。一応ねもう少し傾斜をつけた方が多分安心だと思うんですけど、軽トラキャンピングカーの車庫としても使いたいんで、なんでこの高さを軽トラキャンピングカーの高さにしてギリギリ勾配をつけた感じですね。一応 10% は勾配ついてるんで、普通の雨だったら大丈夫だと思います。雪も年に数回降るか降らないかぐらいな地域なので多分大丈夫です。大雪警報の時とかはちょっとね補強材を入れたりしてちょっといろいろ工夫してみます。強度もね意外と思ったよりありました。上に乗ってもね意外と全然安心で、とりあえず柱と柱の間に板を入れたりなんか合板を入れたり、まだそこはちょっと決めてないんですけど、板をこう何枚か貼って補強材兼、ちょっとおしゃれな感じにしたいと思います。強度はこんな感じです。一応このステンレスの流し台もギリギリ屋根に入るところにしました。屋根がないと結構落ち葉が溜まったりめちゃくちゃ汚くなるんで、この屋根は必須でしたね。一応長さも 7.5 メートルあるんで結構な長さになりました。こっち側は焚き火台とか置いたりして
キャンプができるような感じにしたいと思ってます。焚き火台とかハンモックとかも据え置きで設置して、キャンプしたいなって思った時にすぐできるように、ちょっとキャンプっぽい感じにしようと思ってます。どういう感じにするかはね、めっちゃ迷うんですけど、なんか丸太とか切って丸太ベンチとか丸太テーブルとかこつな感じもいいかなと思ってます。床の方もどうするかまだね未定なんですけど、採石とかを引いて砂利っぽい感じにするつもりです。ここをね鉄筋するっていう案もあるんですけど、一応ここをトラックとかが通れた方が多分便利だと思うんで、このままにしておきます。採石を引かずにね、この土のまんまでもいいんですけど、一応採石引いた方が草とかも生えにくくなるんで砂利を引くと思います。屋根がある四角形のところだけ引くのもいいかなと思ってます。今年はねめちゃめちゃキャンプをいっぱいしようと思ってるんで、もうキャンプ系のグッズとかも全部 DIY していきます。とりあえずこの屋根が防水性あるか確かめるためにちょっと水を流します。ホースつけたんですけどもめちゃくちゃ便利です。いい感じです。ちゃんとここから垂れてきました。ここが垂れてくるのも気になるようだったらここにもつけます。多分ねこのままでいいかなって思ってます。あとここの長さがちょっとほんと板とちょうどギリギリだったんで、もう1枚買ってやります。こういうのはね早めにやらないともうやらなくなっちゃうんで。今んとこは横幅の強度は、上に乗ってる感じも全然大丈夫なんですけど、年数が経つと多分不安にもなるんで、板と板の間に板を何本か入れたりしてちょっと補強もしていきます。もう全部上が透明じゃなくてもいいので、3列置きぐらいを板張りっぽくしてもちょっといい感じになるんかなと思ってます。それでも微妙そうだったらちょっと斜めに筋交い入れたりやってみたいと思います。本当はねここにもう1列柱を入れるのが一番いい方法なんですけど、一応ここトラックとかも通れるようにしたいんで、こういうやり方でやってみました。また何本か板とか入れたりしていろいろアップグレードしたらまた動画にします。最後までご視聴ありがとうございました。次回庭で花見キャンプしてみた。見てね。